はい、どうもこんにちは。今回はですね、先日投稿させていただきましたゼロから始めるチョップスティックという動画の反響がですね、思っていた以上に大きくてですね、急遽、追加収録といった形で動画を上げさせていただきます。前回いただきました質問やわからない部分などに対しての解説を今回新たに収録させていただこうと思います。また前回の動画で質問やわからない点のコメント、Twitter などでリプライなどいただけた皆様、どうもありがとうございました。今回もわからない点などあればどしどしコメント欄に書き込んでいただければなと思います。あとですね、前回の動画で反復練習法をもうちょっと紹介しようかなと思ってたんですが、ちょっと尺が足らなかったので、今回新たに2つ3つぐらい収録させていただこうと思います。ではですね、後ほど POV とスロー、動画の最後の方で収録させていただきますが、今回追加で収録させていただく反復練習3つほどやらさせていただきます。はい、以上3点が追加の反復練習といった形です。動画の最後の方でね、スローと POV もちろん流させながら解説させていただきますんで、前回の反復練習に加えて今回のもぜひやってみてください。では本題の方に入らさせていただこうと思います。質問やコメントをいただきました中で、特に追加解説、補足の必要性を感じましたのが次の3点となります。1つ目、チョップスティックに最適なストリングの長さ。2つ目、チョップスティックをする時のストリングの張り方。3つ目、チョップスティックをする時の手首と腕の角度の関係性という3点となります。こちら個別に解説させていただきます。まず1つ目、最適なストリングの長さですね。こちらは基本的には普段皆様がやられている長さで反復練習も取り組んでいただくのがベストかなと思います。なぜかというと、チョップスティックをコンボの中で組み込んだりとか流れの中でやっていく中で、普段練習されている長さでチョップスティックを習得することによって自然とコンボの中や普段やってるフローの中に組み込むことができるので、できれば普段練習されている長さで反復練習もしていただけるのがいいのかなとは思います。ただチョップスティックに特化した練習という点に集約するのであれば、あまりストリングは長くない方がいいですね。なぜかというと、チョップスティックって前回もお話ししましたが、この狭い部分にヨーヨーをコントロールして入れないといけないんですね。でこのコントロールする動作というのは、やはりストリングが長くなれば長くなるほどコントロールすることが難しくなってくるんですね。ですのでチョップスティック練習しているが指に当たりすらしない、この付近にすらいかないという方は、一度ストリングを短くしていただいてチョップスティックの練習取り組んでいただければなと思います。でストリングの長さはどのぐらいがベストなのということなんですけど、チョップスティックに特化したストリングの長さなんですが、長さとしては肩幅からやや広がるぐらい、これではもうちょっと長くてもいいと思うんですが、このぐらいの長さでチョップスティックの反復練習していただくのがコントロールなど非常にやりやすいのでいいかなと思います。2つ目ですね、チョップスティックをする際のストリングの張り方について。チョップスティックというトリックに限られたことではないのですが、基本的にトリックをする際はストリングは張った状態にしていただきたい。一部の例外トリックはもちろんございますが、ストリングは基本的に張った状態にしていただきたいなと思います。チョップスティックのこの指と指の間のストリングもその際に張った状態を維持できると非常にチョップスティックやりやすくなります。それと今話したスローハンドの方を固定するっていう話があったんですけど、これチョップスティック全般に通してのことではないので注意していただきたいです。例えばこのようにチョップスティック以来なんかは非常にスローハンドの引っ張り力っていうのが重要になってきますね。こちらの力で跳ね上げてあげるような、スローハンドの方で紐を張った状態を維持しつついいライをしてあげるっていう形を作らないといけないので、これはこうケースバイケースですね。ちょっと自分でやりやすさ確認していただいて、このトリックの時はスローハンドを引っ張るのか固定なのかっていうのをやりやすいやり方見つけていただいて、
最適な方法を選んでいただければなと思います。3つ目ですね。指と手首の関係性、指と手首の角度の関係性、こちら Twitter の方でリプライいただいた内容なんですが、チョップスティックをする際の指と手首の角度、腕の角度ですね。腕の延長線上に親指がありますかという内容だったんですけど、私自身この部分に関しては普段ほとんど意識してなかったんですが、言われてみると前回やったような基本的な反復練習のチョップスティックトリックでは、やはり腕の延長線上に親指がまっすぐ伸びている状態、この状態でチョップスティックを行っていることが分かりました。ただこちらもチョップスティックの横をひねったりとか、ちょっと角度変えたりなんかで変わってくるんですが、あくまでも、初歩的な基本的なチョップスティックの動きに関しては今の考え方になると思います。なのでちょっとチョップスティック入らないとか横方向にずれてしまうっていう方がいらっしゃれば、そちらの方を意識してみてください。こういう角度になってたり、こういう角度になってたり、あくまでも腕に対して親指がまっすぐ伸びてますよというような状態を意識していただければなと思います。で、それに付随してですね、こちら前回の動画で紹介し忘れちゃってるんですが、前回人差し指と親指を平行にするっていう話をしましたね。指の使い方で人差し指と親指あくまでも平行にしますよと、そこにヨーヨーが入りますんで、ヨーヨーが入るスペースが大きくなるよという話の中で、この指に対してストリングの角度と意識していただくと非常にやりやすくなるのかなと思います。この今平行にした指に対してストリングは常に直角方向で伸ばしていただいて、その延長線上でチョップスティックを行うという形がベストな形となります。こちらもチョップスティック近くにコントロールはできるがマウントがなかなかできないといった方、そのあたり改善してみていただければなと思います。で、チョップスティックをする際の右手と左手、フリーハンドとスローハンドの関係性は常に同じ位置、体に対してこちらも平行を保つことを意識していただければなと思います。はい、じゃあ次は反復練習に対しての前回からの補足を説明させていただきます。前回非常に多くの質問やわからない点としてコメントいただいたのが、反復練習1のチョップスティックをした状態からトラピーズに戻す方法、こちらの動きが非常に難しいと、コツありますかと、どういったコツ、どういう動かし方をしていますか、またまたスローハンドはどういう動きをしてますかという質問を多くいただいたので解説させていただきます。まずトラピーズからチョップスティック入ります。で、この反復練習の際スローハンドは固定です。こちらの力で何かすることはそんなにないです。で、ストリング張った状態にしていただいて、私はフリーハンドごと一時方向に上げる感じ、一時方向に上げる感じでトラピーズに戻してます。もう一つはですね、チョップスティックしていただいてフリーハンドを90度傾けてしまう。で、戻す。こちらまた90度傾けてしまう。で、戻す。90度傾ける。戻す。といった動作で行うと非常に楽にチョップスティックからトラピーズに戻しやすいです。私の実際にやってる方法は今の2つを掛け合わせて動きとしてもっと小さい動きでできるような形を心がけてます。ちょっとやってみます。このような形ですね。先ほど一つ一つの動作だと非常に大きく動いてしまう。一時方向にフリーハンドを動かすだけだと大きく動いてしまう。傾けるだけでも大きく動いてしまう。ただその2つを掛け合わせると最小の動きでトラピーズに戻すことができるので、私はこの最小の動きで戻せるような形でやっています。最初は今やった2つの方法でやりやすい方を選択していただいて、慣れてきたら小さい動きで行えるような形を目指していくといいのかなと思います。反復練習に対しての質問でもう一つ気になったのが、チョップスティックを行っていく際に指に当たってしまうことがあります。指に当たってしまったらどうしたらいいですかという質問の内容なんですが、こちら結論から言うと、チョップスティック練習していく上で指に当たってしまっているというのは、その指の付近までヨーヨーがコントロールできている証拠だと私は思うんですね。
なので指に入れることは意識していただかないといけないのですが、指に入れることを意識しつつ指に当たってもそのまま継続していってもらえればなと思います。コントロール力非常に良くなってるんだと思います。そのまま継続していただけるとそのうち当たらなくなってくると思います。ただね、その際やっぱり指に当たらないように極力ストリングに直でマウントできるように意識しながら常にやっていくっていうのが重要なのかなと思います。はい、以上がいただきましたコメントや質問をもとに補足解説した内容となります。こうやってチョップスティックを解説するということによって私自身も新たな気づきや発見などございましたので、非常に素晴らしいやり取りができたのかなと思います。皆様ありがとうございました。前回の動画、今回の動画含めてまた不明点やわからない点などありましたらコメント欄にコメント、質問などどしどしお気軽にいただければなと思います。今後もまだまだ企画いろいろ考えてます。ちょっとどこまでできるかはわからないんですが、その際お見逃しのないようにチャンネル登録していただければなと思います。動画の最後になりましたが、今回追加させていただいた反復練習 POV スローを含めて最後に解説させていただきます。どうぞ最後までお楽しみください。皆さんありがとうございました。反復練習追加の1つ目ですね。こちら POV で流させていただきます。ちょっとマウントの方法違います。後ほどスローでじっくり確認していただければなと思います。ここから親指離して今までやってたチョップスティックをします。で、ヨーヨーをちょっと上げる状態にして人差し指丸めてストリング落とします。ストリングから落としますね。で、最初の形、今までやってた形、落とす最初の形といったような内容です。もう一回ちょっと流れでやってみます。このような形ですね。スローいきます。2つ目です。こちらも POV で流させていただきます。反復練習の2つ目です。人差し指をヨーヨーの下をくぐらせるようにくる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 行ってリピートトリックのように行います。ゆっくりやっていきますね。まずトラピーズします。トラピーズしたらストリングを親指でぐっと広げていただいて、人差し指側でヨーヨーの下をくぐらせます。このような形。これ何回も何回も繰り返し行えばリピートトリックみたいになります。
3つ目です。こちらも POV で流させていただきます。こちら私のオリジナルトリックのバレルロール2015というトリックです。見た目より難易度の方高くはないので、ぜひやっていただければなと思います。まずダブルオアナッシングから、チョップスティックをこのバレルロールみたいにくるくる回して行っていきます。まずダブルアナッシングします。でスローハンド側の人差し指にかかったストリングスほどいて、ここに親指入れてチョップスティックで、もう一度このストリングをバレルロールのように1回人差し指を入れてダブルアナッシングの形に戻します。戻したらまたほどいてチョップスティック、ダブルアナッシングチョップスティック、ダブルアナッシングチョップスティック。